原田俊明さん、当時12歳。爆心地からおよそ 1.4 キロの福島川で被爆しました。建物疎開の作業がたまたま休みだった8月6日、原田さんは友達と3人で中広町にあった自宅近くの福島川で遊んでいました。原爆が落ちた瞬間は何が起きたか全くわからなかったといいます。気がつけば荒れ狂う水の中でもがいていました。体中にやけどを負った原田さん。それでも必死に生き抜いてきた今、建物疎開の作業現場で被爆し亡くなった多くの同級生を供養する思いも込めて、当時の出来事を語ってくれました。母と兄の嫁と孫、それから子供と私と中国拝殿に出会った姉と父がおりますね。崇徳中学校の先生。私らがおじゃけ今の小網町土橋方面の疎開した建物を整理作業をやりよったんですけど、あの頃月々火水木金金曜で土曜日曜休みなかったから、ちょうど私らの国が休みだったんですよ。8月6日がね。でその8月6日が休みじゃいうことで、8月5日の夜明日休みじゃいうことでね。だからその当時は三笹橋から楠木町、横川町、内越町と全部が材木商であったんです。いかだを材木運ぶのは全部いかだに流して運びよったから、あの当時は全部中広から見た大半はみんな材木商で、その材木川へ投げてね、そういうことしたらいけんのですけどね、今は時効になってるから、その材木投げていかだ作ってね、でその当時春日湯って知っとってか知らんけど、春日湯釘があるけ、それでいかだを作って、そのいかだを中広川の対岸の河原に引っ張り上げといて、朝早うからまた遊びたい盛りじゃからで泳ぎよったわけよね。朝早うから暑い盛りだったから、そのいかだの上から子供を飛び込ましたりして遊び、私ら押す、もうね私らが一番上だけ、私とね隣の、名前言うていいかどうか知らんけど Y 君いう小学校6年生の子で、私が中学1年で、死んだ子供は小学校から前だったっけ7歳ぐらいだなかったんかもね。それまではね、広島の上空を B29 が編隊でいつも飛びよったわけですよ。でいつもはそのB29 が編隊で飛行機雲を残していずこかへ飛んでいきよったんだけど、その日はどうなったか、とにかくねその瞬間全然わからんですね。とにかく川の水の中をね体がくる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 回転したような気がしました。それはピカドンというのは遠くから見た人がピカドンというのを見たんで、実際に受けた人はそんなこと分かるはずないよね。で 2,3 日前にね、昔はわらぶきがあったんですよ。そのわらぶきをトタン屋根に変えて河原に山積みにしてあったんだよ。気がついた時にボーボーで燃えとった。でその子供はちょうどいかだの上へおったから丸焼けになって、気がついた時には 4,5 メートル先に流されよったけど、子供が私をおんぶしてお母さんに渡して、それが明くる朝に死んだけどね、お母さんから「よう子供を連れて帰ってくれ」ってお礼を言われたもんですよ。私もそうやって追って帰るから大したことなかもんとるって、こうずーっとやけどこう顔面。もう一人のお友達はあれは顔面とか、あれが小学校6年生だった、国民小学校の、顔のや方とこっちだったかな、どっちかがやけどして、で手の方ちょっとやけどしとったです。帰ったですよね、家まで。隣じゃったから私の自宅の。当時中色全滅で丸焼けになったんですからね、うちと3軒だけが焼け残った。建物はぺしゃんこになったんですけどね、防空壕が掘ってあったから防空壕の中入って
どういうんですか、人事不正いうんか、意識なしで8月15日まで全然意識なしで、私が殺せ殺せ言っておらびよった言うと母が言いました。医者がこれは母に向けてこれだけやけどしとったらこれは助かりません言うたそうです。まあ私ぐらいやけどして助かった人間はなんでしょうよ。それは私のいとこが今の幼稚の矢口から先生を連れてきてブドウと打ったりリンゲルを打ったり薬を塗ったりねみなしてくれたから結局なんですが、だからこういうふうにね見せてあげます。これずっとやけどしてこっちはこっからずっとねこう顔はあんまり今はね12から20歳ぐらいまで成長するけ傷がこう伸びるでしょあんまり分からないんだ。じゃあこういうところは寄っとるよね。体を動かすからどうしても治りにくい。ご飯食べるのもこうやって食べた手が曲がらないからこうやって口に持ってってこうやったらだけどみんな関節がみんな寄っとるよね。あとが顔はここへちょっと寄っとるとこがこれねこうよう私らを見たら鏡見たらから線がこう入っとるやけどしとったこうが。で8月15日になんとか意識が戻った。とにかくねこっち側やけどしとるけね寝るのにこうしか寝られなんだ。それでその当時は死人もいっぱいおったから肺がすごかった。ね、それが体へ卵を産むわけですよ。それでウジがいっぱい湧いる体へ。そのウジがね海を食べるとチクチクと肉食いつくわけです。絶対痛いんですよチクチク。だけどねそのウジが湧いたんがよかったんよ後で考える。海をみんな食べてくれるからきれいになるから。お母様とかお姉様はねちょうどね自宅の前に建物があったんですよ。で電信柱があったちょうどそこへねその方と喋りよった。だけ建物の陰じゃった。だけみんな助かったよね。陰だったから。あれが陰でなかったらダメだったですよね。母と長男の嫁と孫3人でおいてその前の S さんいうところで喋りよったわけね。だから建物の陰であったからどうもなかったですね。ほいだけどねその怪我をしてね治らなんだよね母が。心へ怪我したけどねだけどそれがなかなか治らんのよねやっぱし原爆の関係か知らんけどそういうのを頭にこびりついておりますよね。お姉様はその時中国電力行かれてたんですか。はい。それで中国電力で、被爆して中国電力から稲荷橋知っとる稲荷橋のところに鉄橋がありますよね。枕木のついた鉄橋でなしにその上をねあの当時燃えよる上を走ってその枕木じゃけこれぐらいずつでなったらね穴が開いとるわね鉄橋の橋でないんだけそれを渡って壁まで逃げた歩いて上司の人がね壁の人じゃったんや。じゃけその当時は中国ハイデン言うて言いよったけどビルの中だからやけどはしてなかったけどあっとこう衣装が出て髪が抜けたりみんなしたですよね。父は8月5日までは祇園の三菱重工の利益をったんですが8月6日に私らと同じところの担当になってで8月6日にね生徒が建物の下敷きになっとったらしいんです。それを助けようとしたんだけど自分も顔とか手とかやけどしとったっけね意識失ったらしいですよ。でもうどうにもならんんで帰ってきたらしい。で翌日またその生き埋めになっとるのを助けにはいけん思うてまた現場へ小網町の方へ出たわけだから放射能一杯受け取りますわね。だから9月1日に亡くなりました。
やけどはね顔と手の方しかちょっとしかやけどしてなかったんですけど、それはもう2円もあそこら出りゃ放射能をね浴びますよね、相当数。それから9月1日に亡くなって、それを焼くのが今の大田川放水路になる前の福島川の河原で穴を掘って上から瓦礫をやって火つけて燃やしたんだけど、なかなか人間燃えませんわ。それぐらいじゃ。で最後にね確かアルコールかなんかぶちかけたんじゃろう、家から。で火をつけて燃やして、ある一部の遺骨を拾ってそこへ皆埋めた。だから今でも大田川放水の河川敷には親父の骨がいっぱい埋まっとるはず。ご自身でご家族を焼かれるっていうのは結構、ショックなことだったと思うんです。いやそんなこと考える暇ないですよ。自分がやけどしてから苦しい思いしよるわけだから。中広でも東詰めあったから、うちと2、3軒だけが燃えなんだ。母の姉の婿さんが来て4畳半ぐらいの家を建ってくれた。その焼けなんだから材料が残っておりますので、それで4畳半ぐらいの建物でそこへ寝泊まりした。それの後片付けは弟君でなかったっけ、私がみんな片付けた。10人の時だったけど。それで儲けるもんも稼ぐ人がおらんけね、家が燃えなんだけど親父が総督の先生しよったけ本がいっぱいあったわけです。いろんな本が。大百科事典いうのはね、20冊ぐらいある大百科事典いうのがあった。一巻からね、それを売りに行ったりね、売り食い誰も収入するもんがおらんけ。あのとこは何もなかったでしょ。だけ親父が先生しよったぐらいだけ本がいっぱいあった。それが燃えなんだけね、それを古本屋売りに行ってそれで生活しようと。当分はね。白血球はね5、6年5,000いかずに4,500ぐらいずつずわーっと来て見てもろたら、原爆手帳見てもろたら分かるわ。でその白血球少ないけ、昔はここを切って血液検査しよったでしょ。メスでここを切ってね、血が止まらんのですよ。ポトポトっと落ちて。それがね怪我をした、ここらよう怪我しとったけどね、それがなかなか治らんですね。やっぱし原爆のせいだろう思うんですよ。肘山の上に ABCC いうその後遺症を調べるとこがあったんでね、それはもうサービスはええですよ。送り迎え、タクシーで送り迎え。じゃけどモルモットですよ結局はね。原子爆弾だったらどういう後遺症ができるかというのを調べるんです。それはね真っ裸にするんですよ、調べる時に。真っ裸にしてね、パンツかなんかみんな脱がすんですよ。で白いガウンを消してからもうみんな尻の中へ手を突っ込んだりするんだけ、調べるのに。それは本当モルモット。それは受けたもんでなきゃ分からんけどね。で4、5回行ったけどね、これはモルモットじゃいうことがあったら拒否していかんようになった。どうしたらいいかね。私ももう90になるけ2、3年前に、同級生が亡くなって供養せにはいけん思うたんですよね。で広島市立中学校へて後の元町高校、休んでなかった1、2年生370人があそこで死んでおります。同級生を含む1、2年生がね。元町高校にその慰霊が初めは土橋の護岸にあったんだけど、今元町高校に移されてるから、最後のお別れだからね、同級生とか友達とかに、お別れをしようか思うて、私は元町高校一人で行ったんです。行って黙礼してお別れしてきたから、だからもう一応お別れしてきたから、供養もしたからもう何でも喋ろうか思うていう気になったわけですね。過去絶対ダメですよね。本当後遺症は強いもんね。普通の被爆とは全然違いますよね。だから
まあ原爆は絶対ダメですよね。絶対戦争ダメですね。平和